今回はクラウドファンディングで2024年に最高額を集めたプロジェクター、バレリオンビジョンマスタープロ2をレビューしていきたいと思います。このプロジェクターはキックスターターで1000万ドル。日本円にして約16億円もの支援金を集めた非常に話題のプロジェクター。プロジェクター史上最高額ってのもすごいのですが、欧米メディアの評価も非常に高いのですよね。ただ、この製品は日本円にして約47万円と安くはないわけで、この金額でなぜそこまで評価されているのかってのは非常に気になるところ。というわけで私も1ヶ月ほどじっくりと使わせていただきましたので、このプロジェクターがすごいと言われる理由についてしっかりと話をしたい。まあやっぱり実際に使ってみるとスペックだけではわからない部分もいっぱいあったわけで、そんなバレリオンビジョンマスタープロ2を使って気づいたことについて、今回は深掘っていきたいと思います。はい、それではまずこのプロジェクターの映像品質について話をしたいと思います。プロジェクターってやっぱり画質が命ですよね。いくら機能が充実していても映像が綺麗じゃなければ意味がない。その点、このビジョンマスタープロ2は驚くべき画質を実現していました。まず、プロジェクターの光源なんですけれども、このプロジェクターは RGB トリプルレーザー方式を採用しています。これは赤、緑、青、それぞれに独立したレーザーを使って光を作り出す方式で、映画館のプロジェクターと同じ仕組み。一般的な家庭用プロジェクターは単色のレーザーにカラーフィルターを通したり、LED を使ったりしてるんですが、それだと色の純度や明るさに限界があるわけです。でも、この RGB トリプルレーザーなら、各色を直接レーザーで作り出すので、極めて純度の高い色を実現できる。スペックだけ見ても、明るさが 3000ISO ルーメン、コントラスト比が15000対1。色域は REC2020 を 110% カバーという最高峰の数値。しかも、このプロジェクターには物理レンズによる 0.9 倍から 1.5 倍の光学ズーム機能を搭載。一般的なプロジェクターのデジタルズームと違って、カメラの高性能レンズのように物理的に調整が可能。設置位置を変えて自動調整しても画質劣化はしないので、高画質を維持したまま柔軟に設置ができるのです。それで300インチまでも投影が可能なのですが、控えめに言ってもやばいでしょう。まあ、プロジェクター業界ってスペックを盛りがちなんですけれども、スペック通りの数値が出るってのもこのプロジェクターのすごいところ。この辺のところは海外メディアでも測定器を使って検証されまくってるので、まあ間違いないとも思っています。とはいえ、明るさや色域、コントラスト比ってあくまで数値。映像は明るければ良いってわけではなく、色が濃ければ良いってわけでもありません。逆に突出してしまえば映像が破綻するってのはご想像の通りかと。輝度が高ければ白飛びしてしまうし、色域が広すぎれば不自然な色になる。むしろ重要なのはこれらのスペックをどう活かして色を正確に表現できるのかってこと。その点で素晴らしいのが、このプロジェクターが ISF 認証を取得している点。ISF というのは映像のプロフェッショナルが認める業界基準で、色の正確性が保証されているということになります。つまり映画監督やクリエイターが意図した通りの色や映像を皆さんの家庭で忠実に再現できるってこと。さらにすごいのがバレリオンが特許を持つ EBL という技術。DLP プロジェクターって構造上どうしても黒が浮きがちなのですが、この EBL 技術によってまるで有機 EL テレビのような深い黒を実現できる。これが本当にすごいのです。例えばインターステラーのような宇宙空間のシーンを見てみるとその違いは歴然。宇宙の漆黒の闇と宇宙船の細かいディティールがしっかりと分離して見える。暗い部分が潰れることなく、すべての映像がちゃんと見えるし、黒が深い黒で白っぽくもなくてびっくりする。それでいて色彩表現も RGB トリプルレーザーならではの鮮やかさ、色にも立体感があるのです。とりあえず起動した Netflix のロゴなんですけど、この時点で赤さが全然違う。アバターのような色彩豊かな映画を見るとほんと別物、ゾワゾワして鳥肌が立ちましたからね。これアバターのゲームなんですけど、ほんとトンネルを抜けた瞬間綺麗すぎてうわーって声が出た。いやほんとですよ。そしてこのプロジェクターは HDR 性能も優れています。HDR10 プラス、ドルビービジョン HLG という主要規格にすべて対応し、さらに DTM 機能、ダイナミックトーンマッピングも搭載。DTM って HDR コンテンツをリアルタイムで分析して、明るさとコントラストを調整してくれる機能。これにより明るいシーンの白飛びを防ぎ、暗いシーンでは黒つぶれを防ぐ。要は常に最適化して最高の映像を表示してくれるってこと。
まあ、このプロジェクターを使って気づいたのが、結局のところ映像の美しさってのは数値では測れないんですよね。色域とコントラストと明るさ。この3つのバランスが重要であり、これを調整する技術も必要なわけで、その点、Vision Master Pro 2は全てにおいて素晴らしい。映像設計の完成度がワンランク違うなと感じました。よく映画館みたいっていう表現ありますけど、このプロジェクターはまさに映画館のそれ。家庭用プロジェクターの概念が変わるくらいに綺麗なのは間違いないでしょう。はい、続いて2つ目のメリット。このプロジェクターは外観が美しく、設置の柔軟性も高いです。デザインに高級感があり、その質感も非常に高いと感じました。まず、開封の時点で漂う高級感。パッケージ自体がケースになっているのも良いですね。サイズはコンパクトながら光沢のある仕上げで、見るからに高級であろう近未来的な物体。従来のプロジェクターのような、いわゆる映像を映しますよ的な雰囲気は微塵もなく、むしろインテリアのアクセントになるほどおしゃれ。いや、こんなプロジェクター本当見たことないですね。そしてこの美しいデザインは実は機能性もよく考えられており、左右に大型のメッシュパネルを採用で排熱性も高める設計となっています。効率的な冷却設計と高品質なファンの採用により、高性能プロジェクターとは思えないほど動作音も静か。実際映画を見ていてもファンのノイズが気になることは一切ありません。そして自動台形補正にオートフォーカス。障害物検知といった高性能プロジェクター定番の機能ももちろん搭載。設置の手間がなく、ちょっと斜めから投影しても自動で補正してくれますからね。また設置の柔軟性も高く、オプションパーツによって様々な設置にも対応できる仕組み。こちらは回転するジンバルスタンド。こちらは点吊り金具。視聴スタイルに合わせてスタンドが選べるのです。例えばこの専用ジンバルスタンド、縦方向にも横方向にも回転できるようになっているので、通常の投影はもちろん、天井投影も可能。寝室で寝転がりながら映画を見るという贅沢な使い方も簡単にできてしまいます。点吊り設置を選ぶ場合も、専用の金具でワンタッチで脱着できる設計。配線を含めてスッキリと美しく設置できるので、天井に設置してもインテリアの邪魔になりません。私は賃貸住宅なんで天井に穴開けられないんで、棚を作ってその棚に点吊り固定してるってのは以前の動画で話をした通りなんですけれども、こういったちょっと低い位置にプロジェクターが来ても美しいから見せていたい。まあ、プロジェクターを使ってきて思うのが、どちらかというと、一人で楽しむっていうより、誰かと一緒になんならちょっと自慢したいものだと思うんですよね。いかにもプロジェクターってものを出してくる点でもなく、リビングに置いておきたいデザイン。こんなにかっこよい物体が目のつくところにあったら、絶対何これってなりますからね。そんでもって起動したらめたんこ綺麗なわけで、まあそれは色々とやばい。色々と盛り上がっちゃうことも避けられないんじゃないかなとも思いました。はい、続いて3つ目のメリット。このプロジェクターはゲーミング性能が非常に高いです。私は比較的ゲームが好きな方なんですけれども、プロジェクターでゲームってなるとどうしても遅延が避けられなかったんですよね。その点、この Vision Master Pro 2はフル HD で 240Hz という高リフレッシュレートに対応。入力遅延もわずか4ミリ秒。これはプロジェクターとしては驚異的な数値であり、ゲーミングモニターと同等レベルのスペックを誇るのです。4K60Hz でも15ミリ秒という低遅延を実現。実際に Apex や Fortnite といった競技性の高い FPS ゲームをこの大画面でプレイするかどうかは置いといて、遅延なくできるってだけで何でも起動する気になるのは確かです。この超大画面で視界全部がゲーム画面になるという体験は素晴らしいってのは以前も話した通りなのですけど、やっぱりこれぐらいのサイズになると映像の綺麗さの違いもよくわかるんですよね。HDR 対応ゲームではほんと綺麗なので、ただただ見てみたいがために色々と起動している自分もいる。また21対9のウルトラワイドや32対9のスーパーウルトラワイドに対応しているのもすごい。これにより通常の16対9では得られない広大な視野角を実現できるようにもなります。例えば100インチの32対9モードでの画面の縦幅は約64センチ、横幅は約221センチとなり、これはスーパーウルトラワイドモニターに換算すると約90インチ相当のサイズとなります。現行のゲーミングモニターでは得られない画面サイズの視野角を1枚で実現できちゃうわけ。3枚のワイドディスプレイを並べるよりも大きく手軽なのです。あと、特に印象的だったのが暗いシーンが多いホラーゲームでの体験。普通のプロジェクターだと暗いはずの場所が白っぽくなってしまうんですけれども、さすがのバレリオン。EBL 技術による黒表現は本当に素晴らしくてちゃんと暗い。
部屋を暗くしてプレイすると、もう投影と部屋の境目がわからないレベル。有機 EL ほどの完全な黒ではないもののだいぶ黒い。暗闇から何かが飛び出してくるんじゃないかっていう恐怖感もすごいし、薄暗い廊下を進んでいく緊張感も倍増。これだけの大画面で視界すべてが暗闇に包まれる体験はもう別次元で恐怖なのでした。はい、続いてのメリット。このプロジェクターは入出力端子が非常に豊富です。他社のプロジェクターでは HDMI ポートが少なかったり、オーディオ出力がなかったりするのですが、このバレリオン Vision Master Pro 2は3つの HDMI ポート、2つの USB ポートだけでなく、光デジタル出力、ヘッドホンジャック、そして有線 LAN ポートも搭載しています。3つの HDMI ポートはすべて 4K60Hz に対応しており、そのうち2つは HDMI2.1 なので、PlayStation 5や Nintendo Switch 2といった最新ゲーム機の性能を余すことなく発揮できます。残り1つの HDMI ポートは EARC 対応の HDMI2.0。AV アンプやサウンドバーにも HDMI ケーブル1本で音声出力が可能。ARC 対応のオーディオ機器に接続しておけば、他の HDMI ポートに挿しているゲーム機の音声も全部まとめて外部スピーカーに出力できるわけで、だからこそ HDMI ポートが複数あるってことがものすごく重要なのです。まあ高性能プロジェクターでも3つも HDMI ポートがある製品ってのは珍しいですからね。HDMI ケーブルの抜き差しの手間がなく、全部差しっぱなしにできるってのはとても便利だなと感じました。あと、このプロジェクターは Google TV も搭載。GeForce Now や Steam Link、PS リモート、Moonlight といったゲームアプリにも一通り対応しているので、わざわざゲーム機を挿す必要もなかったりもする。Bluetooth コントローラーを接続するだけでゲームプレイも楽しめるし、プロジェクターの Wi-Fi 性能も Wi-Fi 6E 対応、6GHz 帯の高速通信も使えるし、4GB メモリ内蔵で処理も高速。遅延や映像の途切れといった不具合もなく、安定したストリーミングゲームプレイもできると感じました。はい、続いてのメリット。このプロジェクターは Google TV が搭載されており、操作性も非常に優れています。従来のもっさりとしたプロジェクターとは全くの別物。Netflix、YouTube、プライムビデオ、ディズニープラス、Unext、Hulu、ABEMA に TVer といった動画配信サービスアプリには当然のように対応しているし、ゲーム系アプリにも一通り対応しているってのは先ほど申し上げた通りです。また、Android スマホでの画面ミラーリングも可能であり、AirPlay 2にも対応しているため、iPhone や iPad からミラーリングして投影もできる。わざわざ有線ケーブルで接続しなくとも、この大画面に一瞬で投影できるってのはロマンでしょう。さらには Google ホームや Apple ホームキットにも対応しているので、スマートホーム操作までもできてしまいます。つまり自宅の IoT 機器はこのプロジェクターから操作できるわけで、Fire TV、Apple TV、Google TV ストリーマーだけでなく Google Nest Hub や HomePod の役割もこの1台で担えるのです。こういったスマート機能って昔から搭載はされていたんですけれども、UI がいまいちだったり、処理が重かったりで使い物にならなかったんですよね。その点、この Vision Master Pro 2は 4GB のメモリを搭載で起動も早くてアプリの切り替えもスムーズで動作もサクサク。設定も Google ホームアプリでスマホと連携するだけで完了。もちろんプロジェクター単体での設定も可能です。しかもすごいのが 128GB の内蔵ストレージも搭載しているのです。これだけ容量があればアプリを入れすぎて困る、重くなるなんてこともない。参考までに言うと Fire TV Stick 4K が 8GB、Fire TV Cube が 16GB ですからね。プロジェクターとしてはちょっと異常なスペックってのもお分かりになるかなと。そして操作するリモコンのデザインも良く、高級感があるのも嬉しいところ。バックライト付きで暗い部屋でも操作に困らないっていうよりとにかく光るのがかっこいいんですよね。リモコンは赤外線だけでなく Bluetooth 接続にも対応しているので本体に向けなくても反応しますし、Netflix、YouTube、プライムビデオ、ディズニープラスといったアプリのダイレクトボタン付きで一瞬でアプリも切り替えられる。あと私が動画視聴で欠かせないのが Google アシスタントによる音声操作。これもすごいのが、プロジェクター本体にもマイクが内蔵されてるんですよね。リモコンを持たずとも、Netflix で何々を再生してっていうだけで動画が再生される。もちろんマイクにはミュート機能もついてるし、LED インジケーターもついててちゃんと反応してるかもわかるのです。あとこれチャット GPT とか Gemini といった AI サービスにも対応しちゃってますからね。これらすべてを使うかってのはさておき、いろいろなことがプロジェクターで対応できてしまう、詰め込まれてるってのが恐ろしいんですよね。
これだけの機能が全部入ってテレビよりも圧倒的にコンパクトで見た目までかっこよいわけで、いわゆるプロジェクターともちょっと別物。今までの高性能プロジェクターに比べると安くも感じてしまうのでした。はい、最後に使って気になったところ、デメリットの部分もお話しできればと思います。まず最初に感じたのは内蔵スピーカーの音質。12W のスピーカーを2つ内蔵と、まあ悪くはないんですけれども、この映像の美しさを見てしまうと、ちょっと音がチープに感じてしまいました。これだけ映像がすごいと、音にもこだわりたくなるってのは避けられないでしょう。絶対に音響も揃えたくなるはず。まあこの小さいサイズで音までこだわるってのも無理あるし、ARC や光デジタル出力にも対応してるってのも外部スピーカー前提ってことなんじゃないかなと。私は Alexa ホームシアターでワイヤレス接続でホームシアター環境を構築しましたけど、Amazon の格安スピーカー Echo でも音の迫力は結構変わりましたからね。Echo には三脚穴があるので吊り下げられるのも良いところ。手軽なホームシアターセットアップとしてもおすすめで、私も過去の動画で詳しく説明してますので、よろしければそちらもむさぼり返してみてください。あと、このプロジェクターは重量が約 7kg と、サイズの割に結構ずっしりとしています。指紋もつきやすいデザインなので、あんまり持ちたくもないし、高級ゆえに持ち運んだりするプロジェクターでもないかなと、据え置き前提で考えた方が良いと思いました。あと、細かい部分になるんですけど、背面のカバーもいらなかったんじゃないかなと。背面パネルを開けないと電源も接続できないし、このパカパカした部分を開けると、せっかくのデザインがーってのもある。そして何はともあれ、避けては通れないのが価格ですね。いくらすごい高性能とはいえ、約47万円という金額は簡単に決断できるものじゃないと思っています。ただ、なぜこれほどまでにこの製品が評価されているのかといえば、同等性能を持つプロジェクターは100万円を超えたりするものもあるわけで、この47万円という価格は高いんだけど全然高くないってこと。まあ、100インチのテレビだって70万円くらいするし、そもそもの話、一般家庭にはこのサイズのテレビを設置するのが無理なのです。このプロジェクターは100インチどころか200インチ、300インチまで柔軟にも対応できるし、何より圧倒的なシアターレベルの映像を家で体験できちゃいますからね。映画館でもできない体験ができちゃうわけで、これはもうプライスレス。本当悪くはないと思いました。はい、最後にまとめです。ここ1ヶ月ほど色々と使わせていただいたんですが、これだけ資金を集め、評判が高いのも納得。高性能プロジェクターにお金をつぎ込む理由も今ならわかる。確かに47万円は高額なのですけれども、この製品がもたらす体験を考えれば悪くないんじゃないかなと。RGB トリプルレーザーによる圧倒的な画質にゲーミングモニター並みの応答速度。スマート機能まで充実していてデザインまでも美しい。少なくともこの価格でこれだけの性能を持つプロジェクターは私の知る限り他にありませんからね。自宅が映画館になるってだけでなく最高峰の画質で色々な体験ができるプロジェクター。特にゲーム用途としては圧倒的なわけでゲーマーにとっても革命的なデバイス。ゲーム好きにはこれはもうたまらないでしょう。ゲームをやってるのに映画を見てるかのような錯覚も起こすし、この超大画面で本気の対人ゲームもできてしまう。この映像でパーティーゲームをやったら盛り上がらないってことも難しいでしょう。それでも高額というなら、バレリオンにはエントリーモデルのストリームマスタープラス2もありますからね。性能が優れていながら価格はリーズナブルでこちらもコスパが高い商品。しかも7月8日から7月14日の Amazon プライムデー期間中はバレリオンのプロジェクターのすべてのラインナップがなんと 20% オフになります。今回私が紹介したビジョンマスタープロ2も10万円くらい安くなっちゃって30万円台で購入できてしまうし、私の専用クーポンを使っていただければ2万円以上もする専用スタンドも無料でもらえてしまう。こうなってくるとすんごい安く感じる不思議。いや、安くないんですけど、この性能を考えたら安いですよね。めちゃくちゃお買い得っていうのは言うまでもなく。さすが年に一度の Amazon プライムデー。詳しいセール情報については概要欄に記載しておりますので、ぜひともご確認していただいて、せっかくのお得な機会を逃さないように。まあ、価格さえ許せれば、これ以上ないプロジェクターっていうのは間違いないですからね。異次元な体験をするために、モニターではなく、プロジェクターに投資するってのも面白いんじゃないかなと思いました。というわけで、今回はこの辺で、おしまい。